今日イランの上空で米軍の F1 号が撃墜されたのだ。乗組員2名のうち1名はすでに救出されたが、もう1名は今もイランの砂漠のどこかに隠れているのだ。水も食料も頼れるのは訓練だけの状況で、彼は生き延びられるのか。実際にイランで米軍機が撃墜されたんですか？しかも乗組員がまだ敵地にいるって、それって戦争の話じゃなくて、今まさに起きてることですよね。彼はどうやって生き延びるんですか？今日はその生存術の話と、この撃墜事件がホルムズ海峡封鎖とどうつながって、日本の僕たちの生活にどう響くのかを深掘りしていくのだ。ニューヨークタイムズ、ロイター、南チャイナ、モーニング、ポストなど複数のメディアを横断して読んで分かったことを話すのだ。まず事実から確認するのだ。2026年4月3日、米軍の F1号 がイラン上空で撃墜された。ニューヨークタイムズによると、これは5週間続く米イラン戦争で米軍が初めて失った戦闘機なのだ。F1号 は通常に名乗り組で、パイロットと兵器システム士官と呼ばれるもう一人のパイロットが搭乗している。2名とも脱出には成功したのだ。脱出には成功したんですね。でも1名はもう救出されて、1名はまだイランにいる。その差って何だったんでしょう？運だったんですか？それとも着地した場所の違い？ナシオンの報道によると、どちらの乗組員が救出されたかは明らかにされていないのだ。着地点の差、天候、地形、そして運の要素が絡む。しかし徹底的に差がつくのは訓練なのだ。米軍パイロットは全員、SERE という訓練を受けている。サーバイバル、生存、イベージョン、回避、レジスタンス、抵抗、エスケープ、脱出の頭文字を取った訓練なのだ。元米軍パイロットへの取材によると、SERE の最初の鉄則は、動くな、隠れろ、なのだ。撃墜直後はイラン軍が回収に動く。この最初の72時間が最も危険で、パイロットは着地地点から移動せず、分かりや植生に隠れて味方の救助を待つのだ。夜間に移動し、昼間は動かない。これは SAS、英国特殊空挺部隊も同じ競技を持っているのだ。砂漠で72時間、動かずに隠れるって、水はどうするんですか？中東の砂漠って日中40度を超えることもありますよね。水がなければどんな訓練も意味がないと思うんですが。これが SERE で最重要項目の一つで、水を見つけろ、なのだ。イランの砂漠でも谷間や岩の亀裂、植物の根元に水が溜まることがある。パイロットの脱出装備には浄水タブレットが含まれていて、泥水すら飲料水にできるのだ。また朝露を集める方法も訓練する。ビニールシートを地面に敷いて、朝5時から7時の間だけで数百ミリリットル集められるのだ。朝露を集めて飲む。キャンプでサバイバル体験するのとは次元が違いますね。訓練として頭で分かっていても、実際の恐怖の中でそれができるかどうかは別の話だと思います。その訓練の強度って、どれくらいのものなんですか？ SERE の訓練は段階的で、最終フェーズでは実際に捕虜として扱われる体験をするのだ。食事なし、睡眠なし、尋問あり。米軍パイロットの話によると、3日間の野外訓練後に偽の捕虜キャンプに入れられ、あえて、崩れる、体験をするのだ。目的は、本物の尋問で名前、階級、軍番号以外を話さないための心理的強化なのだ。ここで重要な視点を一つ挙げるのだ。BBC とニューヨークタイムズでは、この撃墜を戦争の転換点と報じたのだ。ところが、ハンデルスブラッドというドイツの経済誌は違う角度で報じている。米軍機の損失がイランの交渉力をさらに高めると分析したのだ。つまり撃墜は単なる軍事的損失ではなく、ホルムズ海峡をめぐる外交チェスの駒として機能しているというわけなのだ。メディアによってそんなに見方が違うんですね。ハンデルスブラッドの交渉カードという視点は確かに面白い。逆の見方をすれば、イランが意図的にパイロットを捕虜にしたままにして、交渉材料にする可能性もあるということですか？その通りで、ロイターによると米情報機関の分析では、イランはホルムズ海峡を当面開けないだろうとされているのだ。なぜかというと、ホルムズ海峡の支配が今やイランが持つ唯一の実質的な対米圧力弁だからなのだ。これが第一層の理由なのだ。第二層は、原油価格が高いほどイランを支持する産油国の賛同を取り付けやすいこと。第三層は、エネルギー価格の高騰がトランプ大統領の国内支持率に影響するという計算なのだ。なるほど。第3層のトランプの支持率を下げるという部分が一番政治的で怖いですね。つまりイランはただ戦っているんじゃなくて、米国内政治にまで介入しようとしているということじゃないですか。そしてホルムズ海峡は世界の原油輸送量の5分の1が通過する場所なのだ。ここが封鎖されたままでいると、
日本に直撃する波がある。国連安全保障理事会では4月4日、ホルムズの安全航行を確保するバーレーン提出の決議案の採決が延期された。中国とロシアが防衛的手段の未許可という薄められた案でも受け入れを拒否しているのだ。ここまでの話をまとめるのだ。F1 号が撃墜されたのは単なる軍事的出来事ではなく、イランにとっては外交カードでもあった。国連での採決も延期され、ホルムズ海峡の封鎖は長引く可能性が高い。そしてここから日本の僕たちの生活にどんな波が来るかという話が始まるのだ。日本が輸入する原油のおよそ9割は中東経由でホルムズ海峡を通る。封鎖が続けばまず食品価格に影響が出るのだ。輸入小麦は船の燃料費高騰で輸送コストが上がり、食パン1斤が現行から20、30円上がる計算になるのだ。月に食パン8本買う家庭なら、それだけで月に140円の追加負担なのだ。食パンだけで月に140円増ということは、パスタも砂糖も輸入食品全体が連動して上がりますよね。子育て中の家庭だと食費全体で月に数千円単位の差が出る話になってくる。これって、中東の戦争は遠い話では全然ないですよね。もう一つ、あまり語られない影響がある。医薬品なのだ。日本の医薬品原料の相当数はインドと中国から輸入されているが、その輸送ルートの一部はホルムズ海峡周辺を経由する。原油価格が上がると製造コストも上がり、薬の自己負担額に跳ね返る可能性があるのだ。高血圧や糖尿病の薬を毎月買っている人にとって、これは月に数百円単位で効いてくる話なのだ。薬の値段まで上がるとなると、シニア世代や慢性疾患を抱えている方には直撃ですね。それって誰も報道してないじゃないですか。エネルギーや食品の話は出るけど、医薬品サプライチェーンへの影響って確かに盲点だと思います。では各国はどう対応しているのか。サウスチャイナ、モーニング、ポストによると、韓国のリーザ・アヤカリ大統領とフランスのマクロン大統領がソウルで首脳会談を開き、ホルムズの安全確保に向けて協力することで合意したのだ。ただし分析家によると、両国とも戦争中のこの段階でイランを刺激することを避けたいため、実際の行動は戦後の防衛艦隊編成が中心になると見られているのだ。ちょっと待ってください。韓国もフランスも戦後に動くと言っていて、今は様子見なんですよね。私はこれ、正直どうかと思うんですよ。ホルムズが今封鎖されて世界経済が傷んでいるのに、戦後に防衛艦隊を作るって意味があるんですか？痛みを受け入れながら傍観しているだけじゃないですか？厳しい指摘なのだ。僕の見立てを言うと、これは傍観というより保険なのだと思うのだ。イランと直接衝突したくない国にとって、本手を出すとイランの長距離ミサイル射程に入るリスクがある。韓国の場合、北朝鮮問題を抱えながら中東でも対立を作るのは外交的に致命的なのだ。フランスは EU の結束を優先している。つまり各国には各国の傍観せざるを得ない理由があるのだ。そして日本も同じ立場なのだ。最初の話に戻るのだ。イランの砂漠に今も隠れているかもしれない米軍パイロット。彼の命運は外交の動きとも連動している。パイロットが捕虜になればイランの交渉カードになる。救出されれば米軍の能力を示すことになる。つまり一人の人間の生死が今や地政学の焦点の一つになっているのだ。これが現代の戦争の冷酷な現実なのだ。では今後の分岐シナリオを話すのだ。シナリオ A は米イランが水面下の交渉で停戦に向かうケースなのだ。この場合ホルムズは数週間で再開し、食品、医薬品コストも正常化していくのだ。シナリオ B は封鎖が3ヶ月以上続くケース。この場合、日本の食費は年間で1家庭あたり3万、5万円の追加負担になる試算が出ているのだ。医薬品は自己負担増が年6000円から1万円規模になる可能性があるのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。世界の原油の5分の1が通るホルムズ海峡が今もイランによって事実上封鎖されている。米軍 F1 号の撃墜はその戦争の今を象徴する出来事なのだ。僕の率直な意見を言うと、この戦争は短期決着が難しい構造になっていると思うのだ。なぜなら双方にこの段階で止める理由が薄いからなのだ。だからこそ僕たちは食費、医薬品の両方で長期的な備えを考えておくべきなのだ。先輩の短期決着が難しいという読み、私も同意します。コメント欄で皆さんの意見を聞いてみたいです。シナリオ A、数週間で停戦か、シナリオ B、3ヶ月以上続く、どちらに近いと思いますか？どちらか一言でもいいのでコメントしてほしいです。今日は米軍 F1
地号撃墜と敵地で生き延びる SERE 訓練、そしてホルムズ海峡封鎖が日本の食費と医薬品に与える影響を深掘りしたのだ。来週国連での採決が行われれば新しい局面が生まれる可能性があるのだ。答え合わせは続報動画でやるのだ。チャンネル登録して待っていてほしいのだ。次回はこの戦争が円相場にどう影響するかを掘り下げる予定なのだ。